紙くずと化したお金。歴史が語るハイパーインフレの代償。オープニング導入部。一握りの紙切れ、それは昨日まであなたの人生のすべてでした。貯金、年金、家族の未来、しかし一夜にしてその価値はゼロに。パン一つ買うのに何百億ドルもの札束が必要になる。そんな悪夢のような現実がかつて地球上のどこかで起きていました。信じられないかもしれませんが、これはフィクションではありません。時は2008年11月、アフリカ大陸の小さな国ジンバブエ首都ハラレの市場は混沌に包まれていました。人々は焦燥し、店主は毎分価格を書き換えます。朝買ったパンが昼には倍の値段、夕方にはまたその倍。誰もが稼いだお金を文字通りその日のうちに使い果たそうと必死でした。銀行に預けた貯蓄は見る間に価値を失い、年金生活者は路頭に迷いました。1ヶ月の給料がバスの運賃にも満たないの。さらに遡ること90年前、第一次世界大戦後のドイツでも同じ悲劇が繰り返されていました。バイマール共和国と呼ばれたこの時代、国の通貨はもはやお金としての機能を果たしていませんでした。子供たちは積み木代わりに札束で遊び、暖炉にくべる焚き木よりも紙幣の方が安くなったのです。歴史上最も有名で最も痛ましい経済的崩壊の一つです。お金は社会の血液です。その血液が濁り流れが止まれば社会は機能不全に陥ります。しかしなぜそのようなことが起こるのか。誰のどんな過ちがこのような悲劇を引き起こすのか。そして私たち現代人はこの過去から何を学ぶべきなのでしょうか。この動画では一夜にしてお金が紙くずと化した歴史上の2つの劇的な物語、ワイマール共和国とジンバブエのハイパーインフレに迫ります。その原因、展開、そして私たちに残された教訓をドラマチックなストーリーテリングで紐解いていきます。この物語は単なる歴史の教訓ではありません。あなたの資産、そして未来を守るための重要な洞察となるでしょう。最後までご覧いただければ経済の安定がいかに貴重なものか。背景コンテクスト。ハイパーインフレとは一体何なのでしょうか。それは物価が常軌を逸した速さで上昇し、通貨の価値が驚くべきスピードで失われていく現象です。一般的に1ヶ月あたりの物価上昇率が5.0% を超える場合を指します。想像してみてください。今日の100円が来月には5.0円以下の価値しかない。そんな状況が続けばどうなるでしょうか。お金は本来3つの機能を持ちます。1つは商品やサービスを交換する決済手段。2つ目は価値を測る計算単位。そして3つ目は未来のために価値を保存する価値貯蔵手段です。ハイパーインフレはこの3つの機能すべてを破壊します。お金はもはや価値を貯蔵するものではなく時間とともに失うものです。計算単位としての信頼も失われ、人々は物々交換や外貨に頼るようになります。そして決済手段としての機能。なぜこのような恐ろしい事態が起こるのでしょうか。その根本的な原因は政府による過度な紙幣増刷にあります。政府は通常税金収入で歳出を賄い、足りない分は国債を発行して市場から借ります。しかし税収が不足し、国債も買い手がつかなくなったとき、政府は最後の手段としてお金をするという誘惑に駆られます。これは
財政赤字の貨幣化と呼ばれ市場に流通するお金の量が経済が生産する商品やサービス。歴史を振り返るとハイパーインフレは戦争の直後や政治的に不安定な時期に多く発生しています。国家が莫大な戦費を賄うため、あるいは戦後の賠償金を支払うために紙幣を乱発する、あるいは政府の経済運営に対する国民の信頼が失われ通貨から逃避する動きが加速するこれらの要因が複雑に絡み合い、一度始まったインフレの螺旋は止めるのが非常に困難になるのです。本日の主役は第一次世界大戦後のドイツバイマール共和国、そして2000年代後半のジンバブエです。両国は異なる時代、異なる背景を持ちながらも通貨の価値が失われ経済が崩壊するという共通の悲劇を経験しました。まずはその物語の始まりを見ていきましょう。バイマール共和国の物語は1914年に勃発した第一次世界大戦から始まります。ドイツは戦費を賄うため国債を発行し、そして紙幣を大量に刷りました。しかし敗戦国となったドイツには想像を絶する重荷が課せられました。それがベルサイユ条約による莫大な戦時賠償金です。賠償額は1320億金マルク、当時のドイツ国家予算の何倍にも相当する額でした。国際社会。ドイツ政府は賠償金を支払うために再び紙幣をするという安易な道を選びます。これは一時的な解決策に見えましたが、やがて国家を奈落の底へと突き落とすことになります。国民は疲弊し、政治は混乱の極みにありました。しかし誰もがこの紙幣増刷がもたらす本当の恐怖を知る由もありませんでした。一方ジンバブエの物語は2000年代初頭に幕を開けます。この国は豊かな農業国として知られていましたが、2000年以降に実施された急進的な土地改革が経済に壊滅的な打撃を与えました。白人農場主から土地を接収し、経験の浅い黒人農民に再分配した結果、農業生産は激減し、食料不足が深刻化しました。失業率は高騰し、国家経済は急速に悪化していきました。ロバート・ムガベ大統領率いる政府は、増え続ける財政赤字を補填するため、ここでも同じ過ちを犯します。銀行に膨大な量のジンバブエドルを印刷するよう命じたのです。外貨準備は枯渇し、国際社会からの信用も失われていました。こうして2つの国で通貨崩壊へのカウントダウンが始まったのです。物語の展開。ドイツ1921年インフレはすでに始まっていました。ドイツマルクは徐々に価値を失い、物価は上昇していました。しかしその速度はまだ許容範囲でした。しかしこの平穏は長くは続きません。翌年1922年に入ると状況は一変します。フランスとベルギーが賠償金支払いの遅延を理由にドイツの工業地帯であるルール地方を占領します。これはドイツ経済にさらなる打撃を与えました。政府はルール地方の労働者たちにストライキを呼びかけ、その間の賃金を支払うためにまたしても紙幣を大量に刷り始めます。この決定がインフレの導火線に火をつけ、狂気へと突き進むことになります。物価は文字通り毎日、そして毎時間上昇するようになりました。
人々は給料を受け取ると、一刻も早くそれを商品に変えようと店に殺到しました。1923年この年が、バイマール共和国のハイパーインフレの頂点でした。夏には、パン1銀の値段が数百万マルクに、秋には、それが数十億マルク、そして数兆マルクへと膨れ上がります。給料は日に2回支払われるようになりました。労働者たちは受け取った賃金を妻に渡し、妻はそれを抱えてすぐに市場へ走ります。なぜなら数時間後にはそのお金の価値が半分以下になっているかもしれないからです。カフェでコーヒーを銀行の窓口は長蛇の列でした。人々は自分たちの貯蓄がまるで溶けるように消えていくのを目の当たりにしました。長年かけて貯めたお金が翌日にはバスの運賃にも満たない紙くずと化すのです。中産階級は壊滅し、社会のあらゆる階層で絶望と憤りが渦巻きました。貨幣はもはや経済活動の潤滑油ではありません。それは社会を崩壊させる毒となりました。もはや暖炉の燃料にする焚き木よりも大量。この混乱は政治的な極端主義を助長しました。アドルフ・ヒトラーはミュンヘン一揆を起こし、政府転覆を図りました。彼は失敗しましたが、この経済的苦境が彼の思想を支持する土壌を作ったことは間違いありません。社会の安定が失われ、人々は救いを求めていました。そしてその混乱の最中、ドイツ政府は最終的な決断を下します。1923年11月、レンテンマルク。時を経て2008年、地球の反対側ジンバブエでも同じ悲劇が繰り広げられていました。経済は壊滅状態。政府はもはや税金を徴収することも国際社会から借金することもできませんでした。残された道はひたすらお金をすることだけ。ジンバブエ準備銀行は文字通り昼夜を問わず紙幣を増刷し続けました。インフレ率は天文学的な数字となり、月間で796億%に達したと推定されています。ジンバブエドルはもはやお金としての機能を完全に失っていました。人々は紙幣を数えるのではなく重さで取引するようになりました。パン1銀が数億ジンバブエドル、バスの運賃は数兆ジンバブエドル。政府は対抗するように1000億ドル、さらには100兆ジンバブエドル紙幣を発行します。100兆ドル札。しかしこの巨額の紙幣ですら食料品店で1週間分の食料を買うには不十分でした。給料は支給された瞬間に勝ち、多くの企業が倒産し、失業率は90% を超えました。病院は薬不足に陥り、学校は閉鎖されました。国家の機能は麻痺し、人々は絶望の淵に突き落とされました。生き残るために人々は外国の通貨、特にアメリカドルや南アフリカランドを使い始めました。これは非公式に始まりましたが、やがて経済の主要な決済手段となっていきます。政府はこの状況を打開するため2009年に最終的な決断を下します。ジンバブエドルの使用を完全に停止し、アメリカドルや南アフリカランドなどの複数通貨制へと移行したのです。これによりハイパーインフレは劇的に収束しました。ジンバブエドルは文字通り紙くずと化し、歴史の中に消えていきました。しかし国民が受けた経済的精神的ダメージは計り知れませんでした。影響と遺産。バイマール共和国のハイパーインフレはその後のドイツと世界に計り知れない影響を与えました。即座には
国民の貯蓄が完全に失われ、中産階級が壊滅的な打撃を受けました。長年勤めて築いた年金も生命保険も一夜にして、紙くずと化したのです。この経済的混乱と社会の不安定は、民主主義に対する国民の信頼を深く傷つけ、政治的な空白を生み出しました。その結果、ヒトラー率いるナチス党のよう。ジンバブエのハイパーインフレもまた、同様に深刻な傷跡を残しました。2000年代後半の数年間でジンバブエドルは、文字通り地球上から姿を消し、経済はドル化されました。これによりインフレは収束しましたが、国家の経済基盤は深く傷つき、数百万人の人々が仕事を失い国を去りました。教育・医療などの公共サービスは崩壊し、社会のあらゆる面で後退を余儀なくされました。今日に至るまで、ジンバブエ経済は、これらの事例は、現代経済に重要な教訓を残しています。一つは、中央銀行の独立性の重要性です。政府の安易な財政赤字の貨幣化を阻止するためには、政治的圧力から独立した中央銀行が健全な金融政策を遂行することが不可欠です。もう一つは財政規律の重要性です。国家の支出が収入を恒常的に上回る状況は最終的に通貨の価値を脅かすことになります。そして最も重要。もしマール政府が賠償金問題に対して異なるアプローチをとっていたら、もしジンバブエ政府が土地改革後の経済対策を誤らなかったら、歴史にもしはありませんが、これらの問いは政策決定がいかに国家の運命を左右するかを私たちに教えてくれます。たった一つの誤った決断が一国の通貨を阻して国民の生活を紙くずと化してしまう可能性があるのです。考察と教訓。歴史は繰り返すとはよく言ったものです。ハイパーインフレの物語は単なる過去の出来事ではありません。それはビジネスと経済における普遍的なパターンと教訓を私たちに与えてくれます。支配的な企業はしばしば革新を無視し、新興企業が市場を破壊します。政府もまた自国の通貨の価値を過信し安易な道を選ぶことで最終的に破綻を招くことがあります。私たちがこれらの悲劇から学ぶべき普遍的なパターンは、過信が停滞を生み停滞が崩壊につながるというものです。そして、すべての破壊的革新が最初は、馬鹿げているかあるいは無意味に見えるように、貨幣の価値崩壊もまた最初は、小さなほころびから始まります。しかし、その警告を見過ごすと、取り返しのつかない事態に陥るのです。今日の利益を守ることが、明日の市場を創造するよりも簡単であるように、健全な財政を維持。この物語は、リーダーシップ・イノベーション・リスク管理そして、何よりも信頼の重要性を浮き彫りにします。競合を破壊することと共存すること、どちらが良い戦略でしょうか。アマゾン e コマース大手は、すべてを支配しようとします。それは持続可能でしょうか。国家間で通貨の価値をめぐる競争が激化する中で、協力と共存は可能なのでしょうか。通貨安競争は、しばしば通貨の価値を損ない、国家間の信頼を破壊します。政府はどこまで国民のデータを収集し、プライバシーを侵害できるでしょうか。Google 米国の検索大手と Facebook 米国の差大手はすべてを知っています。それは公正でしょうか。中央銀行が国家の経済を管理する上で
どれほどの情報と権限を持つべきか、その問いは、通貨の価値と国民の自由のバランスを問うものでもあります。失敗から学ぶためにどれだけのリスクを取る用意がありますか。イーロン・マスク・テスラとスペース創業者は何度も破産寸前でした。それは賢明でしょうか、それとも無謀でしょうか。ハイパーインフレは政府の失敗の結果です。しかし、その失敗からどれだけ学び将来の危機を防ぐためにどれだけのリスクを冒してでも正しい政策を選択できるかが問われています。エンディングまとめ。一握りの紙切れが一夜にして、紙くずと化す場合、マール共和国とジンバブエの物語は、国家が犯した深刻な経済的過ちが、どれほど悲劇的な結末をもたらすかを鮮明に示しています。政府の無責任な紙幣増刷は、通貨の価値を奪い、人々の生活を破壊し、最終的には、社会そのものを崩壊の淵に突き落としました。しかしこれらの物語は、単なる悲劇の記録ではありません。そこには、私たち現代人が学ぶべき計り知れない教訓が詰まっています。財政規律の重要性、中央銀行の独立性、そして何よりも、通貨の価値を支える国民と国際社会からの信頼、これらは、経済の安定と持続可能な成長を築くための揺るぎない基礎となる原則です。現代の世界はかつてないほど複雑で不確実性に満ちています。私たちは今過去の失敗から目を背けるのではなく、謙虚に学び未来の危機に備える必要があります。お金は単なる数字や紙ではありません。それは人々の希望であり、努力の証であり、そして社会の信頼の象徴です。その価値を守ることは、私たちの未来を守ることなのです。この動画が皆様の経済への理解を深め、より賢明な意思決定の一助となれば幸いです。革新リスク、そして執念失敗から学び未来を切り開く。これは単なるビジネスの原則ではありません。人生の原則です。昨日の巨人は倒れました。新しい巨人が立ち上がります。問題は、次は誰か、そして私たちはそこから何を学ぶかです。ご視聴いただきありがとうございました。